ちっちゃい60床の病院なんですが、今俗に言われる地域包括ケア、要は患者さん一人を、いろんな多職種が関わりながらずっと見続けましょうっていう、診療所にちょっとベッドがついてて、で、リハビリもできて、どうだろうな、6割7割ぐらいは解決して、あとの2、3割はやっぱり大きな病院で手術が必要だったり高度な医療が必要だったりする場合はまたそこにもご紹介いたしますっていう、早めに気づいてあげて、で早めに治療して、そしたらすぐに帰れるようになるし、近くにいる介護スタッフとか医療従事者と連携をして、なるべくこの地元で問題を解決して家に帰れるようにするといった、そういうような病院。理解していることを示す。対人関係において相手を受け入れる姿勢を示す。他の医療機関がなかなかできにくいところを、不採算部門と言われるところですね。そこをやる使命も持ち合わせていますし、小さいので、少ない人数でやるその機動性を生かして各個人にフレキシビリティのあるオーダーメイドな医療を提供するという役目も持ち合わせていると思います。7年前ですか。私が来た時はなかなか患者さんが利用しにくい病院で、患者の数も少なくて、スタッフは一生懸命やってんだけど住民からの評判が得られず、診療所にしようかっていうふうに思われている方々が結構多くて、僕はそれこそ夢が世界平和なので、こういう誰も人が来ない、物が来ない、お金が来ないようなところに住んでる人たちに僕が助けられるようになることが、一つその全ての人が幸せになるために貢献できるかなと考えて、で三重県の田舎で島でっていう形で来たので、島市であと私の人生残りの40年あるか50年あるかわからないけど、その人生をかけて、ここの人だけは、5万人住んでる人だけはすべからく一人残さず幸せにし続けられるように支援できればいいと思ってきたんですが、来たのでやる気満々ですよね。だから空回りしてましたよ。だから変えたい、なんとかしたい。ここで世界平和するって言ってね、何も全然できない自分にも不甲斐なさを感じて、自分がここにいる存在意義が全く見出せず、何してんだろうっていう。この病院が、医者が辞めてしまって存続不能という状況になった時がスイッチでしたね。この地域のためにって決めてきてるので、僕が辞める理由はなかったんですね。僕が残ることで職員が残ってほしいになったわけです。要は病院を存続したいので。そこから急に僕の存在意義が出たので、最初はそうは言っても自分のエゴなんじゃないかという迷いが一番最初にあって、本当に必要ですかって住民の皆さんに聞きに行った。
ほぼ全員この病院がいらないって言われるかもしれないという想定があったので、それでも近くにいる4割の人たちが必要だと言ってくれたことが、僕の自信につながったというか、これはやっていいんだと。いらないと言われていた病院から遠い方々にとっても必要とされるような病院になることが必要だと。あの暗い状況で誰もがもうなんかどうしたらいいかわからない暗闇の状況で、まだ懐中電灯を持ってなんとか道を探そうとしていた職員が何名かいたっていうのがとても大きなことだなと。弟さんが電話したい。病院がこんな状況になってしまったので、裸一貫最初から始めるという住民の皆さんへの決意表明の表しとしての病院祭りで、何よりも働いているスタッフの顔を知ってもらう、働いているスタッフの雰囲気、声、どんな思いでやってるかっていうのを住民の皆さんに正直に伝える。あの時にこんなにこの病院は活気があるのか、こんなにまだこの病院は求められてるのか、こんなことがこの病院はできるのか、中のスタッフもびっくりしたでしょうね。びっくりしたと言ってました。医療だけでは人は幸せになれないんですよ。人は幸せにできない。ありとあらゆる全ての人の協力が必要ですよね。それはまず最小単位、人と人だから医者対患者ではない。それを超えた関係を作らない限りは、日常生活の中に病院がある、日常生活の中に医療がある。芝居まで行けるんですよ。そうですか。何がするか白浜ちょっと波がないから。ないんやな。そうです。そこへ白が行くとな、いけます。人生がこう下がっていくこの下降ラインでどうでも生きててよかったって感じさせるか、幸せだって感じさせるかっていうのは難しいですよ。でもそれはやり続けなきゃいけない。ここを手を抜いちゃいけない。ここが一番の部分で、医療でできることないとかっつって言っても、患者さん最後一番苦しい時間を過ごす、そここそ医療従事者が必要で、緩和医療とかターミナル、特に終末期はむちゃくちゃ難しいですよ。だって僕らでもそんなのずっといつも迷いながら答えが出ぬまま、さっきも一人亡くなりましたけど、いやもうちょっとなんかやってあげることいっぱいあったなみたいなね。どうもすみません、はじめまして。はい、SMT です。よろしくお願いします。もうだから心臓が悪いから、もうだから多分動いたらすぐハーハーしちゃう。多分10メーターぐらい歩いたらもうハーハーしちゃう。もう思い残すことない。なんもないな、もう明日にでもいい。お迎え来たら。お迎え来たら下に向こうでもいいです。それぐらい。なんか一番やりたいこととか。死んでくようなこと言われてくれる。循環器の先生に一度聞いてみてください。この心臓で実際どれぐらいなのかっていうのは。それを何年ですかって聞くんかな。何年ですかというか、どれぐらい悪いのか。でも突然来たら怖いでしょ。いやもう助けてくれたら言わへん。そうだ。それは任せますけど、おすすめはある程度知っといた方が、あんな私8年まで生きるつもりだったのにもう死ぬのかみたいなのをなったら苦しいじゃないですか。大丈夫頑張るわ。っていうのをね、考えた方が今回の機に。ありがとう。今まで彼女が生きてきた人生の中に答えがあるだろうし、今後あと10年どう生きるかは、それをこちらからどっかにないのって言って探しに、本人の中にこうやって探しに行く。だからこそ家族の話だったり、
の仕事の話だったり、今まで生きてきた思い出話だったり、そういう会話の中におそらく糸口があるかなっていうのは、そういう会話を重ねる。で、ことあるごとにやっぱり死という言葉を入れる。で、入れにくい人に関しては私は幸せって聞くようにしてます。幸せじゃなかったら何が幸せじゃないのってそこから掘り下げていく。先生もう死にたいよとかって来る患者さん結構いっぱいいる。なんでそう思うのって。そこからなんでそう思うか、どこに問題があるのかっていうのを聞く会話をするというのは医者としてとても大事なことじゃないかなと。その人の生命に責任を持っているのは、まあ家族の次ぐらいには医者が来るんじゃないかなと。たとえ設備が少なくても、たとえできることが少なくても、家の近くにあるこの病院で今まで信頼しているあなたに最後やっていただきたい、言ってくれる患者さんがだんだん増えてきてるので、増えるようになったのはやっぱこの病院の職員がちょっとずつやっぱり患者さんと信頼関係を作っていることの証なんじゃないかなっていうのはすごい思います。そうなんですね。のぼるさんもそうですね。左足でしっかりと踏ん張る。左足で。そう。リハのオーダーのない人でもそういうことをさせてどんどんやってください。そんな感じで。輝いてますね。抹茶取られてますよ。まだきっこさん。そうですね。はい。またお願いします。はい。まあ、受け取った答えとしてはいつも通り、大丈夫ですっていうで、違う点としてはこうちょっと、苦しいですかって聞くとちょっとっていう感じ、会話を続けることは結構難しかったです。なので専門評価も、難しくて、プランとして、レントゲンと、心電図でどうするんですか。まあ酸素を上げつつ対処療法呼吸困難を解決しないとこの人しんどいまんまだって、どうすんのって。あんたも医者だよ。苦しいんだよお前。それいつから言ってんのって話だ。早く聞けよ。早く調べろよ。1秒でも1分でも早くだって苦しいのを抑えたいんじゃないの本人は。だから医学的なことに調べるの興味がなかったとしても、あなたは本人を助けられます。どうしたら助けられますか。患者さんのところに何分行ってる30分ぐらい。30分行ってる。その時に何をしてあげてる。何をそうすっても全く何もできなくても、それが本人にとってはすごい治療になるかもしれない。あとあなたの実習期間は1週間、本人の人生はあと多分1ヶ月以内。一番関われるの誰？あんただよ。この病院にいると学生って何もできないので、医療行為的には。だから常に後ろにこう消極的な立場でやるんですけど、学生だからできないってことはないでしょっていう、そのできるできないではなくてやろうとするっていうのをこうやろうとしてくれっていうのをすごい教えられて、まあその通りだなっていうふうに思いますし、嬉しく思います。
病気を治すことのやり方しか教わってないんですよ。治せなくなった人の救い方は教わってないんですよね。だから私たちがやりたい医療をやりがちなんですね。技術者である分。でも本来医療は患者のやられた医療をやらないといけないんですよ。研修医2年目の時だから10年前ぐらいの時に寝たきりの患者さんを担当したんですけど、70代のおばあちゃんでもう2回心臓が止まってて、そんな状況の方が肺炎で入ってきたんですね。でももう今晩危ないというか今晩亡くなるだろう、重症だったので抗生剤しても多分間に合わない。で家族呼んで、そういう状況ですとお話をして、で心臓マッサージをしても心臓が止まって心臓マッサージをしても肺が悪いので復活することはほぼ不可能、復活してもまた止まるだろう。でやればやるほど10分もやれば肋骨が折れて肋骨が肺に刺さってそのうち口から血を吐き出すようになる。要はやればやるほどお母さんの体を傷つけることになるので、でもやり続けなきゃいけない。なぜなら家族がやってくれと言ってるから。僕らでこの手を止めることができない。ずっとやってた。何の意味があるのか、むしろこれ医療というよりも人を傷つけている害にしかなっていないというような不甲斐なさでやってたこともあったんですね。そうしたくなかったんです。この人を傷つけたくなかった。亡くなる間際にパチンコやってるような息子さんに傷つけられもしたら、もうお母さんしんどいよって。なんでそんなにそこまでして生きててほしいの？聞いたら、隣の島にいる妹に会わせたいと。妹さん電話かけてもらって、妹さん来れないってなって、妹が来るまではずっとやってください一点張りだったのでと思って、でもじゃあ妹さん来たらそこでやめましょう、会えたらっていうので準備をしてたら、その晩に亡くなるはずだったそのお母さんが、患者さんが亡くならなかったんですよ。翌朝まで来たんです。翌朝来たんですよ夜行の船で。で木本さん来ましたみたいになって、合わせよう合わせようっつって、本人がその時間まで頑張って生きてたのもびっくりだったし、妹来るわけはずのない妹が来たのもびっくりで、合わせた瞬間、お母さんお母さんって声かけた瞬間に、ダーって両目から意識何もない、会話もできない人が、寝たきりで仰向けでずっと天井しか見れない人がバーって涙流してね、10秒後に心臓止まるんですね。それを見たときにね、その涙を見たときにね、でその10秒後に心臓止まるのを見たときに、っつって、なんてことしてしまったんだと。いや、そりゃ会いたいわなと、お母さんは娘に最後だから頑張ったんでねと。そりゃ息子さんが言って必要としてくれてることにちょっとでも応えたいわなと、だから頑張ったんだねと。いやだから本人のこと考えてなかったんですよ、全く。僕らが、いや本人がやられた医療じゃなかった、僕らがやりたくない医療だった。だからやらないように進めてただけで。でもそれを見たときに、全く本人の意思を聞こうとしてなかった自分が最悪の医者だなと思ったんです。
そんな医者にはなってはいけないと思ってたけど、まさにそんな医者になってた。もちろん聞けないですよ、言葉としてはね。でも聞こうとしてなかった。この人はどう思うんだろうなと、どうしたいんだろうなとの最後の命をというのをひたすら今までの人と同じように考え、心臓が止まった後のことだけを考え、止まるまでの本人がどうやったらより幸せになるかを全く考えようとしてなかった。あれがきっかけですかね、一番意識するようになったのは。僕らがやりたい医療ではなくて患者さんがやられたい医療、それを突き詰めるっていうのはあの人が教えてくれた。そうしなさいと。認知症の人でもここに彼は生きていて考えることもできるんだから、認知症とともにどう生きたいのか、病気とともにどう死んでいきたいのか、その意思は尊重するべきだ。だからあんだけ患者さんに関わらせるんです。30分で足りないんだったら1時間いける、1時間に足りないんだったら5時間いける。今の日本の諸問題は患者さん一人の中に集約されています。その人の社会的背景だったとか考え方とかそういうのも含めて治療するっていう、そういう医療の考え方なんですけど、それをなんか実行するっていうのは本当にそれをやるっていうのはどういうことかっていうのをこう身に染みて感じることができたかなと。レスポンス、患者さんからのだいぶ変わりますね。僕は医療システムの方を考えていくようなことをしたいなって思ってまして。このお茶でお薬飲んでもらいましょうか。それでね、井上先生にあ、これや、これ。あれ、何これ。これなの、抜いた後、あれ。痛いのこれ。ちょいと痛い、痛さで広がる。今僕が思ってるのは、世界平和までは難しいかなと。僕が生きてる間は。高齢者になっても死に間際になってもみんな幸せだよっつって言って天国行くみたいだよ日本は。じゃあこれを引っ提げて世界に売り出しに行こう。恐ろしいですね。危ない。持たせておいてください。この前もちょっとまた練習してみてね、リハビリやってくださいね。高齢者が明るかったらね、子供たちは明るくなるんですよ。高齢者がもう生きてて辛いとかってみんな言うような日本になっちゃってるから、いずれ自分たちもあの年代になるんだなってなったら誰も子供産まないでしょ。誰も明るい未来を想像しない。やっぱり高齢者、特に最後死にゆく10年、そこの人間が明るい必要があるって僕は、それは全世界にとってですね、人間にとってそこが一番の解決方法だと思ってますね。全ての人が幸せになるために。歩いている時にふらつくことがありますので、筋力の強化を歩いている際の不安定性をなくすために、訓練をします。では、はい、どうぞ。頑張ってください。はい、もう大丈夫です。はい、じゃあこれはいただきます。浜島に持って行きます。あ、浜島なんですか。おお、今日もう帰るの？いえいえ、帰らない。まだでしょ。はい、まだです。